はい、今回はホンダ F1 の第2期が始まる前から始まった後、そして勝てるようになるまで、その流れをエンジンの進化とテレメトリの進化、両方含めてざっくりとした話にはなっちゃうんですけど、紹介したいと思います。まず F1 が始まる前に、その直前、ホンダは F2 選手権にワークスエンジンを供給してましたが、これはF1 デビューのための準備だそうです。F1 で勝つということの難しさを誰よりも知っていたホンダは、まず F2 から始めることになった。しかし77年にスタートしたレースエンジンの開発時の最初の人数はたった4人。当初のメンバーでチーフエンジニアの梶守は語る。中島選手の動画で紹介しましたが、ホンダは F2 にワークスエンジンを供給してました。その開発を中島選手が担っていましたが、このエンジン開発が始まった時のエンジニアの数、たった4人なんですね。驚きの少なさですね。で、この時の一番の責任者は、これ読み方合ってますかね。梶守さん。この方がこのまま F1 の責任者にもなるんですけども、何しろ4人で始まったそうです。トップの判断がどうだったかはわからないが、現場の人間はあまりプレッシャーも感じずに始めました。何しろ市販車の開発で忙しいから1000人のメンバーはいなくてみんな掛け持ちでね。まず GL500 というオートバイのエンジンをベースにテストを始めて、そのエンジンが V2 だったから100馬力出れば V6 なら300馬力になるなと。そうやって基礎研究を始めました。たった4人で人数も少ない上に、レース1000人じゃなくて、市販車の開発もやってたんですね。最初は、レースはおまけというか、市販車の方がメインの仕事だったのかもしれないですね。バイクの GL500 の V 型2気筒エンジンを使って、100馬力を出せれば、これが V6 になれば300馬力になるだろうっていうことで勉強を始めたってことです。本当に手探りで始まったっていうことですね。それで数年のうちにチャンピオンエンジンになっちゃうんだから、まあ本当にすごいですけど。その後 F1 に進んでいくわけですが、F1 プロジェクトについて、北本徹。F2 でチャンピオンが取れたことでいけるんじゃないかとスタートしました。F2 のエンジンをスケールダウンしてターボをつけたら、それだけで600馬力も出た。これはなんとかなりそうだとテストを開始したんです。この北本さんという方はたった4人の中の1人の方です。試しに F2 エンジンをスケールダウンしてターボをつけたら600馬力出たと。これはなんとかなると。そしていよいよ F1 に参戦するわけですけども、その時に組んだチームっていうのがスピリットというチームで、F1 の経験のないチームと組みました。その理由についてなんですが、向こうは F1 はやったことがなくて、シャーシは F2 を改造したもの。こちらも F1 は素人同然。テストしながら煮詰めていくにはちょうどいい相手だった。先ほどの F2 エンジンの開発と同じように、F1 も手探りで始まったようですから、一緒に組む相手も F1 未経験のチームぐらいがちょうど良かったっていうことみたいですね。車も F2 を改造したものなんですね。だから F1 専用カーじゃないっていうか、車もエンジンもお互いに手探りで勉強しながら走らせてたということでしょう。84年、ホンダエンジンは大きな転機を迎えることになる。まず、レースレギュレーションが変更になり、最大使用燃料が220リットルに制限され、いかに燃料を少なく、またその中でパワーを出すかという厳しい要求を満たしたエンジンを作らなければならない。エンジン供給をウィリアムズチームに変えたんですが、レギュレーションも変わって燃料の使用量が220リットルに制限されたと。エンジンの馬力をただ単に出せばいいっていう開発じゃなくて、どれだけ小燃費で効率よく走らせられるかっていうところも大事なポイントになったということだと思います。インジェクションの制御も非常に重要なポイントだ。そのためにはエンジン回転、スロットル回路、シフトポジション、下級圧、その他多くのデータが必要になる。しかし実際に走行中のインジェクションの作動状況は走っている最中はわからない。そこで詳しいデータを取るために装置を開発することになった。インジェクションの制御が重要だと。要するにエンジンの中にどれだけ適切なガソリンを吹き込むかっていうことですよね。で、それには回転数、スロットルの空き具合、ギアがどこに入ってるか、ブーストが今どんな状態か、それも含めて大量のデータを車
車から取る必要が、先ほどの220リッターの燃料制限をクリアするには、これらのデータを含めて燃料をどうやって使うか、インジェクションをどう動かすかということを考えなくちゃいけないわけなので、これまでにない多くのデータを車から取り出す必要が発生したっていうことになります。テレメーターシステムの原型、電気担当の大塚和夫。最初は83年にテープレコーダーを改造したものを記録装置として車体の脇につけたんだ。その次にレジスター用のプリンターを取り付け、マシンが戻ってきたらデータを記録紙に貼り付けていた。そして無線機と進んでいったんですよ。ホンダのテレメトリーシステムというと、自分も含めてほとんどの人がもう完成してるホンダ第2期の後半のものをイメージしちゃうと思うんですけども、最初はこのテレメトリーシステムも本当に手探りだったんですね。一番最初はテープレコーダーと。この当時パソコン自体データを記録する媒体っていうのが、ここで言ってるテープレコーダーだったり、なんか薄っぺらい妙に大きいディスクの記録媒体もありましたけど、激しく揺れる F1 マシンにはあんなのつけられないでしょうから、F1 マシンに取り付けるという条件も含めて手探りで作っていったんだと思います。で、最終的に無線で飛ばすという方法になったということのようです。84年に初優勝。しかし、エンジンは完成の域には程遠く、85年デビューする E スペックエンジンで100馬力以上の出力アップと1割の少年ピカを実現。2勝目を挙げ、後半に3連勝。86年には予算の増額とスタッフ不足も解消。9戦で優勝し、コンストラクターズタイトルも獲得。84年に初優勝しましたが、エンジンそのものの完成度はまだまだだったようです。劇的に進化したのがこの85年の E スペックというエンジンのようです。100馬力以上パワーも上がったんだけど、燃費は 10% 良くなったと。それによって2勝目を挙げて後半に3連勝した。86年にはピケとマンセルが勝ちまくって9回勝った。で、コンストラクターズタイトルも取ったと。着実に進化させていったとはいえ、でもなぜにここまで急に強くなったのかっていうことなんですけど、それまで思うように勝てなかったのに、86年に勝ち始めたのは、シャーシとのバランスやエンジンの基本設計が良かったのに加え、燃料計測制御系を含めたエンジンマネージメントが進化したことが大きかった。車体も良くなってエンジンも良くなったんだけど、燃料制御のマネージメントが進化したと。おそらくテレメトリーで大量のデータを取得したところで、それはただのデータなんで、それをどう活かすかってことを考えて、エンジンのセッティング変更をしなければ全く意味がないわけで、このエンジンマネージメントの進化っていうのは、その取り出したデータをもとに、今何を変えればいいのか、今どういうセッティングに変えていけばいいのかっていう、そういうエンジンマネージメントが劇的に進化したっていうことなんでしょうね。データを取り出して、確認したり、セッティングを変更する運用ソフトというか、今の言葉で言うと運用アプリと言いますか。そういうものもより使いやすいもの、より車の戦闘力が上がるものにどんどん変えていったっていうことだと思いますね。それによって車の速さに大きく貢献したということなんだと思います。その後、88年シーズン15勝を挙げるまでになるが、その強さはそれまで使っていたデータ収集用システムをさらに進化させたテレメーターシステムの採用も大きな要因だった。一般に市販される前の最新鋭のコンピューターをメーカーに提供してもらってるのが大きいですね。ただデータが雑然と出てくるんじゃなくて、必要なデータを使いやすい形で取り出せるようになったと木村純一氏。伝説の88年シーズン15勝を挙げたマクラーレンホンダですが、やはりこの時もさらに進化したテレメータシステムが、強さの要因だったっていうことでしょうね。一般に市販される前の最新鋭のコンピューター、確かにちょっと疑問に思ってたのが、この当時のコンピューターなんて今のパソコンと比べてとんでもなく低スペックですよね。マシンから送られてくる大量のデータをパソコン側が処理をして必要な形でデータを見せてくれたり、じゃあ次にこんなセッティング変更をしようっていう操作をしたりとか、それって結構なパソコンのスペックが求められると思うんですけど、この当時のパソコンでよくそんなことできたなと思ってたんですけど、やはりそこも普通じゃなかったんですね。売ってるものじゃなくても最新鋭のコンピュー
ターを供給してもらってたと。でもこれも重要なのが、ただ供給してもらってるってことじゃなくて、それを使いこなせなければ何の意味もないので、エンジンそのものを進化させるのと同じように、テレメーターの運用システムもしくは運用ソフト、それも進化させたということだと思いますし、エンジンもテレメトリーも何しろ全て同じように重要なんだっていうことをきちんとホンダの上に立ってる人たちも分かっていたということだと思いますね。そこが重要なポイントな気がします。こんな感じで、本当に第2期のもう部分的な抜粋ばかりになってしまうんですけども、今回の動画では分かっていただけたかなと思うのが、あくまで本当に手探りの状態で第2期は始まったと。別に何のお手本もないし、誰か教えてくれる先生もいないと。技術者の皆さんが手探りで一つ一つ改善をしていったと。この第2期で有名になったテレメトリーシステムも、これもこういうものが必要だと考えて、テレメトリー自体もどういうものにしていけばいいかと、エンジンと同じように手探りでどんどん進化させていったと。で、最新のコンピューターを手に入れて、それをレースの現場で活かすほど、ホンダのエンジニアはコンピューターの達人にもなっていたっていうことですよね。エンジン自体ももちろん世界一のエンジンですけど、データの運用、コンピューターの運用に関しても世界一のレースエンジニアになっていたんだと思います。日本で F1 が中継されるようになったのは中島悟さんが参戦した1987年からですので、その当時私は子供でしたけど、それでももうホンダというのは強いエンジンメーカーで、これテレメトリーも含めてもう完成されたものを持ってるという状態で見てましたから、改めて当時のエンジニアの皆さんのインタビューを読むと、完成されたものをポンと渡されたわけじゃなくて、手探りで自分たちで本当に作ってきたんだなっていうことが分かっていただけるかと思います。中島選手の動画も含めて、ホンダ第2期の動画を4本作りました。本当に部分的ではありますけども、第2期のホンダのエンジニアの皆さんの苦労であったり、歴史の一端といいますか、ほんの一部分でも紹介できたかなと思います。はい、今回の動画はここまでになります。はい、次回の動画まだ決まってませんが、はい、また頑張りますのでよろしくお願いします。